こんにちは。ご視聴いただきありがとうございます。今日は僕が持っているこの2つのシチズンの時計に新たに仲間が加わったので、その時計をね、紹介させていただきます。文字盤からね、ケースやベルトなど全てがシルバーで統一されたメカチックなこの雰囲気に惚れてね、購入した人生初のアテッサ。ずっしりと重量感があるように見えるんですけど、ケースもね、ベルトもチタンが使われていて想像以上に軽くって、で、それでいてフィット感が抜群というね、もうお気に入りの時計の一つで、それとあともう一本がこちら。シチズンとモンベルがコラボして作ったプロマスター。今はね、社外製のベルトをつけて使ってるんですが、300メートル防水仕様の第1弾目のモデルで、これはね、予約までして購入した時計となります。どっちの時計もね、チタン製で軽くって、で、アテッサの方はね、電波時計。で、そしてもちろんエコドライブで、定期的な電池交換は不要ということでね、使い勝手がね、悪いわけないんですよね。で、どっちもね、大のお気に入りです。そんな僕が持っているシチズンの時計2本に新たに1本、仲間がね、加わったんですよ。それがね、この中にね、入っております。先日届いて、実はね、まだ開封してなくって、それは楽しみで、2週間くらいでしょうかね。首を長くして待っておりました。で、新たに加わるこのシチズンの時計。実はね、カスタムオーダーさせてもらったんですよね。というのも、今まで使っていたこのアテッサとはね、違うモデルがちょっとね、気になっちゃってて、で、いろいろ調べていた時に、タイミングよくシチズンさんから、それならば FTS で、カスタムオーダーをね、ぜひ体験してみてくださいとね、お声をかけていただいて、で、もうすぐね、自分の誕生日だし、で、しかもね、結婚10周年記念ということもあって、諸事情がもろもろタイミングがいい感じに重なってくれたんで、自分へのご褒美じゃないですけれど、そこまで言うのであれば、その FTS とやらをね、利用してみようと。ということで、世界に1本だけのオリジナルのアテッサをね、FTS を使ってカスタムオーダーさせていただきました。それがね、この中にね、入ってるんですよ。で、そのオーダーしたアテッサを開封する前に、僕がね、今回利用した FTS というカスタムオーダーサービスを少し紹介させていただきます。簡単に言うと、文字盤、ケース、長針、短針、秒針、ベルトなどを組み合わせて、自分だけの特別なアテッサを作ることができるカスタムオーダーサービス、ファインチューニングサービス。その頭文字を取って FTS。誰もね、持ってない自分だけのアテッサを、ここホームページからでも作っちゃうことがね、できちゃうんですよ。しかもカスタムするベースの時計が AT8040 といって発売以来今までにね10万本以上販売したシチズンの中でも名作と呼ばれているモデルで約9年前のね2012年に発売されたモデルなんですが今なお第一線でアテッサの人気を牽引し続けているモデルでもあってこれでもねわかるようにもうねシチズンがね本気なんですよ。そんな名作と呼ばれているような本気の時計を自由にカスタムオーダーできるっていう時計メーカーはもうここシチズンだけ唯一無二と言ってもね過言ではないんじゃないでしょうか。で、僕がカスタムした方法というか僕なりにこだわって選んだパーツなんかをね少し説明させていただくんですけどあくまでもね参考程度と思っていただけると嬉しいです。せっかくなんで、今持ってない時計の文字盤の色をね、オーダーしてみようと思って、はじめに文字盤の色から選ぶことにしました。で、文字盤をね、選んでいくんですけど、ブラックをはじめ、ブルー系が3色、そしてグレー。で、グリーン系が2色、ブラウン系も2色、そしてホワイトと、FTS ではコンセプトカラーとして10色の文字盤がね、ラインナップされています。で、黒は当然として持っている。白もある。グリーン系の文字盤もある。ということで、まずはね、それ以外を対象としました。で、ネイビー系はね、ちょっと今の気分じゃないのかなと思って外すと、ブラウンとカーキブラウン、そしてフローズングレー。この3色がね、第一候補に上がりました。で、この3色をね、見比べてみて、直感的にいいなと思ったのが、このカーキブラウン。クラシックな雰囲気もあって、どこかね、ミリタリーっぽさな雰囲気も感じ取れて、で、しかもね、この色の文字盤ってあんま見かけないんじゃないかなと。そういった文字盤をも選べるっていうのも FTS の醍醐味の一つだなと、そう考えてね、まずはこの色にね、決めました。で、この画像をね、クリックすると、この画像のモデルがそのまま反映されたカスタマイズ画面になるので、で、ここからケースであったり、ベルトであったり、針であったりとを、細かくね、カスタムしていけるようになってます。で、次に選ぶのがケース。
クリックしていくとカスタマイズ画面にね、ダイレクトに反映されるので、どれがいいかなとね、文字盤の色との相性なんかをね、ここで確認することができます。持っているシーズンの日本の時計のケースが、シルバーだったり、アナログ時計のね、ケースの色もほとんどがシルバーだったりするので、ちょっとね、追加料金がかかっちゃうんですけど、僕はね、こちらのブラックチタンのケースにしました。そしてベルトもね、ケース同様ブラックを選びました。こちらもね、ブラックチタンになるので、ちょっとね、追加料金がかかっちゃうんですけど、そこはね、譲れません。他はシルバーチタンのベルトや3色の革ベルトを選べるんですけど、絶対にね、メタルのブレスがいいなと思ってて、というのも、この約7ミリをね、3段階でね、調整できるフィットアジャスター。これがね、めちゃくちゃ便利で、工具なしで簡単にベルトの長さをね、調整できるんですよね。ちょっとね、おせっかいかもしれないんですけど、シチズンさんね、これね、もっとね、大々的にね、アピールした方がね、いいと思うんですよね。ちょっと汗ばんだ時は簡単に緩められて、乾燥して肌がスベスベになって時計が動いてしまう時には、時計をはめたまま簡単にね、ベルトを締めることができちゃうんですよ。ほんのちょっとのことなんですけど、これがね、かなり便利。今回ね、お声掛けしていただいて、FTS を利用するにあたって、このフィットアジャスターがね、選択できるのかできないのかっていうのをね、まず初めに確認したくらいで、ぜひね、これはね、一度ね、体験していただきたい。ということでね、ブラックチタンのベルトを選ばせていただきました。で、リングの色はブラックとホワイトから選ぶことができます。ブラックにすると、しっくりくっきり、引き締まった感じになるし、ホワイトにするとね、カジュアル感も出て、クラシック的な雰囲気もね、出ていいんじゃないかななんて考えたりして、おそらくね、ここで一番悩んだんじゃないかなっていうぐらいね、悩みました。で、次が単芯と長芯。夜光部分の周りの枠部分の色を変えることができます。5色から選べるようになっているんですけど、夜光部分がね、白くなってるので、あんまり色を入れなくっても視認性は失われないんじゃないかなと思ってね、僕はケースと同じ色のブラックを選びました。で、次が秒針。秒針も結構存在感があるので、なんともね、悩ましいんですよね。単色5色にツートン5色、合計10色から選ぶことができるようになってます。ここでもリングと同様にめちゃくちゃ悩んだところで、青にしようか、ゴールドにしようか、オレンジにしようか、イエローもね、いい感じで、シンプルにね、白であったり黒であったりと、モノトーンもね、いいんじゃないかななんて考えたりしてて、比較的ね、ここの悩みはね、結構楽しかったです。で、結局僕はブラックとオレンジのツートンカラーを選択させていただきました。で、リューズの部分。ケースの横についているこのダイヤルの部分ですよね。ここの先端部分を、ダイヤモンドにしたり、ブルーサファイアにしたりできるみたいで、僕はね、ダイヤモンドにしました。スイートテンダイヤモンドって今も言うのかな、ちょっとねわかんないんですけど、一応結婚10周年というね記念も兼ねてるので、ダイヤモンドをねお願いいたしました。妻はねダイヤモンドじゃなくって他に欲しいものがあるみたいなので、そちらをねプレゼントしたいなと思います。で、全て選び終わるとこのデザインを決定するというボタンを押すと、今まで選んだデザインの詳細がねここで見られるようになってます。で、カートを入れるを押すと、ベルトの長さの調整と刻印を指定することができるようになってます。刻印は23文字以内で英数字でオーダーすることが可能です。ちょっとね、ページが飛んじゃうんですけど、刻印オプションについてのページに行って、次に FTS の刻印サービスのページに行って、刻印シミュレーション画面へ。で、ここのページね、シミュレーションできたりするので一度確認してみてください。という風に FTS を使って自分だけのアテッサをね、ここで作ることができます。時計好きの方にとってはね、これ多分ドハマりするんじゃないかなと。いろんなパターンをね、自分で作ってみて、それを比較して、でもない、こうでもないとね、悩むその時間がね、また楽しかったりもするんですよね。でも、なかなかデザインが決まらないなーなんてね、思った時は、ここのカスタマイズギャラリーであったり、スーツへのコーディネートのページであったりのカラーリングを見てみて、いいなと思ったものがあったらクリックするとね、そのままカスタマイズ画面に行けたりもするので、参考にしてみてもいいんじゃないかなと思います。いや、めちゃくちゃかっこよくって、大満足ですよ。というか、それにしてもですよ、
パソコンのモニターの画面から通した文字盤の色と、実際に届いた文字盤の色、これね、全然違和感がなくって、そのままの色になってて、ちょっとね、びっくりしました。誤差があるんじゃないかなとね、少し不安だったんですけど、そんなことはね、なかったです。それに、この文字盤の柄ですよね。細かいドットで、方眼紙のような柄が入っていて、これがまたね、憎い。光の具合によってフラットだったり、立体に見えたりとね、演出がすごくって、いや、これいいですね。で、この時計のベースとなっている AT8040 のデザインがね、ほんと素晴らしい。クロノグラフの円の立体的なデザインや大きさや配置、それに日付とのバランスとその余白とね、すべてがね、もう全部絶妙で、あるべき場所にあるべき大きさで他を邪魔せずしっかりとね、機能を果たしてくれてるんですよ。もうごちゃごちゃしそうな文字盤なんだけど、不思議にもスッキリしてて、見やすくってね、これはね、なかなかすごいですよ。シチズンの名作と言われている理由がね、ちょっとね、分かったような気がします。で、なんといっても、軽い。90g しかないので、めちゃくちゃ軽いんですよ。なのでね、ちょっと気を抜いちゃうと、つけてるのかつけてないのかね、分かんなくなっちゃうくらいで、ほんとね、軽いです。そして薄い。時計の厚さが 9.7 ミリなので、1センチをね、切ってるんですよね。なのでシャツであったり、スウェットであったりを着たとしても、引っかかることなくね、時計をスムーズに確認することができます。で、チタンですよね。チタンといえばシチズンと言われているほどで、1970年に世界で初めてね、時計のケースにチタンを採用したパイオニアでもありね、その加工技術は世界のトップクラス。で、今回僕がオーダーした時計のケースとベルトはそのブラックチタンがね、使われています。チタニウムにデュラテクト DLC、ダイヤモンドライクカーボンというね、傷に強く触り心地にもこだわったシチズン独自の特殊な加工処理をね、施すによって生まれた何とも言えないこの絶妙なブラックカラーがね、またかっこいいんですよ。光の光源や加減、見る角度によって、グレーっぽく見えたり、深いブラックに見えたり、清潔感のあるね、ブラックに見えたりと、いろんな表情をね、見せてくれるんですよね。なのでずっと見ていてもね、飽きないんですよ。そして光沢加工とヘアライン加工とのね、バランスもまた良くってね、もうこれはね、お見事としかね、言いようがありません。で、なおかつエコドライブで定期的な電池の交換も不要と、メンテナンスのしやすさもね、群を抜いています。太陽光であったり、家の中のね、蛍光灯の光であったりと、わずかな光でさえ動力に変えてしまうシチズン独自の技術で、ほったらかしでいいというね、機械式にはないメリットだと思います。そして電波時計。やっぱりね、めちゃめちゃ便利なんですよね。10万年に1秒しか狂わないというね、いつでも正確な時刻をね、知ることができます。ビジネスマンにおいてはもう必須レベルなんじゃないかなと。そしてガラスはサファイアガラスが採用されています。サファイアガラスにクラリティコーティングというガラスコーティング技術が施されているので、ガラスが存在しないんじゃないかっていうぐらいね、透き通ってて、文字盤の中をね、くっきり読む解くことができます。これもね、シチズンのこだわりの結果なんですよ。で、やっぱりこのベルトがね、素晴らしい。このフィットアジャスターですよね。あとちょっとだけ小さくしたい。それが叶うのがこのフィットアジャスター。やっぱりあるとないとではね、もう全然違うんで、メタルのベルトはね、全部これをね、採用してほしいくらいで、そのくらいこのフィットアジャスターはね、素晴らしいと思います。そしてね、針の動きがね、またいいんですよ。秒針が10秒動くごとに、長針がね、6分の1コマずつ、正確に時を刻んでくれるんですよ。このきっちりさがね、めちゃくちゃ好きで、ずっと見たくなっちゃうんですよ。文字盤やデザインだけではなくって、10秒ごとの針の動きにまでね、引きつけられてしまうこの不思議な魅力。正確な動きが心地よくってね、癖になっちゃうんですよね。ある意味これもね、デザインの一つですよね。そしてその他の機能としては、ダイレクトフライト機能が搭載されているので、海外のね、現地時刻をね、簡単に合わせることができます。それにストップウォッチ機能もついていたりと、時計の機能としてはね、もうね、必要十分じゃないでしょうか。で、最後がリューズのダイヤモンド。控えめな大きさなんですけど、ブラックチタンとの相性もね、もう抜群で、よくね、光ってくれるんですよね。ずっとね、大事にしたいなと思える時計になったんじゃないかなと思います。それにベルトをね、交換して楽しむことだってできるんですよね。ブラウンカラーのクロコダイルのレザーバンドに変えてみると、ブラックチタンとはね、また違った印象になって、大人なクラシック感が出てね、これはこれでね、かっこいいんじゃないかなと
ブラックチタンのケースに黒子の革ベルト。相性も良くってね、めちゃくちゃいいですね。ちょっとね、気に入りました。それに NATO のナイロンベルトだって似合っちゃうんですよね。文字盤の色とベルトの色がまたいい感じにマッチして、なおかつこのオレンジの秒針がね、いい感じな存在感を出してくれてて、これはこれでね、かっこいいんですよね。ブラックチタンのベルトとはもう全然雰囲気が違って、同じ時計だとはね、思えないくらいで、やっぱりね、この文字盤の色でね、正解だったなと、改めてね、確信いたしました。ちなみにベルトの幅はね、21mm なので、市販のベルトと交換して、いろんなアテッサをね、楽しんでみてもいいんじゃないかなと思います。はい、ということで本日は自分だけのオリジナルのアテスタを作ることができるシズンのファインチューニングサービス FTS をね、紹介させていただきました。ベースとなっている AT8040、10万本も販売した実績はね、伊達じゃありません。デザインは4万通り。それがアテッサ FTS。ぜひチェックしてみてください。きっとね、自分だけのアテッサを見つけることができると思います。本日は以上となります。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。チャンネル登録やコメント評価など気軽にしていってください。それではまた次の動画でさようなら。